どうも、R です。あなたは自分の苦手な考え方にどう向き合っていますか？今回は MBTI の劣等機能という位置に来る最も馴染みのない苦手な考え方への対処法について考えます。具体的なタイプとしては、主機能が直感 N の4タイプ、主機能が外交直感 NE の ENTP と ENFP、主機能が内向直感 NI の INTJ と INFJ についてです。この主機能が直感 N になるタイプが劣等機能の感覚 S に向き合うときに気をつけたいことについて、 MBTI へのいざないユングのタイプ論の日常への応用を参考にしながらお話ししていきます。ここから MBTI の専門用語がよく出てくるので、もしまだよくわからないという方は概要欄から MBTI という宇宙シリーズを参考にしてみてください。ちなみにこのシリーズの前回にあたる主機能感情 F 編では、主機能思考 T との思わぬ共通点が見えました。今回は何が見えてくるでしょうか？この4つのタイプ名を言われるとあまり共通したイメージにはならないかもしれませんが、意外かもしれない共通点があります。それが抽象度の高い情報を集めることを重視する考え方だという部分です。主機能と言われる一番自然にたくさんする考え方の位置に来る考え方が、情報を受け取る機能である知覚機能のうち直感 N になるという共通点があるということですね。ただ JP 指標で表される外界への態度の違いによって周囲に与える印象も変わると言われています。だから主機能 NE と NI では、外界と言われるこの現実世界から見たとき、つまりその人たちの外側から抱かれるイメージが違っても当然とも言えます。それがどんな違いなのかというと、主機能 NE は JP 指標が知覚的態度 P になるので、外界に向けた態度として知ろうとする姿勢が現れて、新しい情報を常に探しているような様子として見えたりもする。その場その場に対応しているというイメージにもなりやすいそうです。それに対して主機能 NI は判断的態度 J なので、決めて行動する姿勢が現れて動かしがたいという印象にもなるそうです。だから本人たちの内側での考えのプロセスとしては、情報を集めようとしているという共通した考え方の部分があっても、外界に表現されている態度としては、より知ろうとしている印象が強く残るのが主機能 NE、より決めて行動しようとしている印象が強く残るのが主機能 NI となるんですよね。面白いですよね。そして主機能と劣等機能は同じ種類の機能の組み合わせになると決まっているので、今回は同じ知覚機能の2種類である直感 N と感覚 S の違いが重要になってきます。主機能が知覚機能の直感 N なら、劣等機能は同じ知覚機能の感覚 S になるからですね。だからまずは改めてこの2つが主機能と劣等機能になるということについて考えてみましょう。直感 N と感覚 S にどんな違いがあるのかというと、情報の受け取り方の違いですよね。感覚 S は実際に起きる具体的な情報を受け取る。直感 N は抽象度の高い概念と言われるような情報を受け取る。イメージとして、もしそれぞれが情報の全体を捉えるとしたら、N が全体像なら S は全部になる。英語の all と every の違いのようなイメージとも言えるかなと思います。詳しく見てみると、直感 N は扱う情報の抽象度が高くて、実際の一つ一つの事象としての情報ではなく、それを抽象的なパターンや法則のようなものとして捉えていく傾向が強いということになります。だからイメージとしては全体像という像の話になって、あくまでシルエットや全体を引きで見た時の色味などのような具体的ではなく抽象的な情報として情報を受け取る傾向が強いということですね。
感覚 S は逆に実際の一つ一つの具体的に実際に起きたことや起きることそのものに注目している。だから全てを見るときも全体の像ではなく全部を一つずつ網羅している。その一つ一つ全てから豊かな情報を得ていく、そういうイメージになっています。このそれぞれが主機能と劣等機能の位置に来るタイプということになると、主機能直感 N のタイプは一番自然に良くする考え方は抽象度の高いパターンや流れなどで受け取る考え方になる。だからもう一つの情報の受け取り方の種類が苦手になる傾向が強い。それは具体的に実際に起こったことや起きることを一つ一つ詳細に認識して捉えていく必要があること。つまりその情報の一つ一つに一回一回対応する必要があるような考え方のことということですね。ここからは劣等機能としての感覚 S が求めてくることとその対処法について NE と NI 別々で見ていこうと思います。主機能 NE、ENTP と ENFP の劣等機能は内向感覚 SI になります。劣等機能としての SI はそもそも主機能としての SI のように事実という情報の一つ一つをしっかり味わっていく考え方ではなく、その時見えてしまった一つの事実がまるで重要な事実であるかのように感じてしまうような不安などの感情を伴った考え方になるそうです。基本的に抽象度の高い情報として受け取る考え方が一番多くを占めている考え方なので、主機能が SI のタイプと同じように考えられるわけがないわけです。だけど、たとえそれが劣等機能としてであっても、そのタイプに内向感覚 SI という考え方があることは確かなわけですよね。だから基本的に抽象度の高い情報として扱ってきた中であるとき、一つの詳細な具体的な情報が見えたということが起きると、今までこの情報を扱えていたのか、もしかしたら見過ごしてきたのかもしれないという考え方が出てくるのは自然な気がしますよね。この流れはどのタイプの主機能と劣等機能の関係でも言えることで、その人の考え方の多くを主機能が占めているんだけど、劣等機能としての考え方もその人の中に確かに存在するというイメージです。詳しくは MBTI という宇宙シリーズの第4回序列についての回も参考にしてみてください。そんな主機能 NE に対して MBTI へのいざないで紹介されていた対処法はとあるリラクゼーションの方法なのですが、それを読んでの感想をお話ししてみようと思います。重要なのは自分の普段考えている抽象度の高い思考の中にも実は詳細な情報が含まれていることがあるということに気がつくことになりそうです。どんなタイプの人も劣等機能の位置に来る考え方はコントロールすること自体は難しくても自分の中に確かに存在しているし、しっかり使って生きています。ただちょっと不思議な話にはなりますが、 MBTI では主機能は意識のエネルギーを使っている、劣等機能は無意識のエネルギーを使っていると言われているんですよ。つまり劣等機能は無意識的に使われている傾向が強く、意識的に主機能のように考えることが難しいということなんだろうなと僕は受け取っています。そもそも主機能 N のタイプであっても結局は外界にある情報の一つ一つを受け取ってそれを抽象度の高い情報として処理していく傾向が強いということでしかないと思うんです。だけど意識的に自分で考えている部分は抽象度の高い情報になる傾向が強いというようなイメージです。だから普段無意識のところでは実は感覚 S 的な詳細な情報を受け取っているに決まっていると僕は考えています。どんな人も過去のことを思い出すと
あの時のあの料理はすごく美味しかったんだよなとか、あそこにいる時は明かりが暗くてちょっと怖かったんだよなとか、そういう実際に起きた詳細な情報を持ってますよね。だから出機能 NE の場合も確かに意識に上った経験としては感覚 S 的な情報は珍しくて、こういう情報を無視してきてしまったかもしれないとか、もっと意識的に考えるべきだと感じてしまうかもしれません。だけどここで改めて普段抽象度の高い情報として処理している時も結局は詳細な情報もそこに含まれているということを確認することで、自分もちゃんと普段からそれを受け取っているんだと再確認できる。すると劣等機能としての感覚 S に考えの操縦感を握られてしまうことを防ぎやすくなるということだそうです。次は主機能 NI です。INTJ と INFJ の劣等機能は外交感覚 SE になります。劣等機能としての SE は主機能としての SE のようにめくるめく変わる外界の詳細な一つ一つを一つ一つすくい上げて、その出来事を流れとして体感し表現していくような考え方としてではなく、たった一つの事実からとんでもない結論が導き出されるような考え方になってしまうそうです。この状態を演繹法的と表現されていて、その対処法として機能法的な考え方が有効だと言われています。普段 NI はパターンから具体を見るという方向の考えを自然にすることが多いそうで、これは演繹的な考え方になります。その方法のまま劣等機能の感覚 S と向き合おうとしてしまうと、とある抽象的な結論を証明するためにこの行き当たりばったりな事実が必要だったかのような、強引に結論に結びつけるような考え方になってしまうことがあります。この状態は周囲の人に笑い物にされることすら多くなってしまうそうです。そこで対処法として機能法的な考え方を導入してみることが勧められています。実際の具体的な情報をまず見てみて、自分の抽象的な考えにつなげてみる。さらにもう一度その同じものの別の具体的な情報を見てみて、その後つながる抽象的な自分の考えが変わるかどうかを確認する。そういうことをするといいそうです。具体的には芸術鑑賞の場面などで一つの作品の具体的な情報を見て抽象的な考えをしてみる。で、その後もう一度同じものを見て別の具体的な情報を見てみる。で、その後また考えるということですよね。他には手芸や料理などの場面で試すのもいいそうです。これによって機能法的に考えた時の考え方の変化などを体感できると、自分の意識に不意に上がってきた詳細な情報が自分の考えにとってどんな役割になるのかといった部分を再確認できて、詳細な情報の取り扱いに困りにくくなるということだそうです。ということで今回は主機能直感 N が劣等機能と向き合うために参考にしたいことについて MBTI へのいざないを参考に考えてみました。無意識に考えてきたことが意識的な考えに上ってくるようになったとき、改めてその考えが自分にとってどんな意味があるのかを確認するということが大事なのかもしれません。次は逆のタイプです。主機能感覚 S の人たちが劣等機能にあたる直感 N の考え方にどう向き合うのかについて MBTI へのいざないユングのタイプ論の日常への応用を参考に考えようと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。